これから向かうのがですね、鉄道に関する道、大阪鉄道が関係してくるんですけど、非常に変わった数奇な運命をたどっててですね、幻のトンネルと呼ばれている場所なんですよ。亀の瀬っていうところに行くんですけども、昔から交通の要衝ではあったんですよ。聖徳太子が作った龍田古道という道があったというふうに言われています。でそこに大阪鉄道が何とかして鉄道を引こうということで頑張ったんですけど、なかなかやっぱりトンネルが掘れなくて、掘っても崩れてくるっていうことで、その峠の前後の区間だけをまずは開業させて、どうしてもトンネルが掘れないところをですね、人力車で行き来するというようなことをやってたんですけども、なんとかその後トンネルは完成して亀の瀬隧道、今国交省さんにゲートも開けていただいて、見えてきました。今は向こう関西本線走ってますけど、かつてはこっちサイドを走ってた時代があって、でこの亀の瀬隧道こそが幻のトンネルと言われている場所になります。じゃあ早速中に入っていきましょうか。もちろんこれ当時のトンネルではないので、最近作ったものになるんでですね、この先に我々の見たいものがあるはずです。右に行きます。もうすぐ先でここ埋まってて、あれ以上先行けないことになってるんですけども、ここが本来の鉄道のトンネルなんですよ。で今入ってきたところは鉄道のトンネルではないんですよね。でそこまで行くとまだトンネルの状態が変わってですね、このレンガですよ、これでところどころ黒くなってるところがあると思うんですけど、こんなに綺麗にこの隧道を整備していただいているのは隧道好きとしてもありがたいなと思うんですけど、鉄道トンネルですけど今はこうやって人が見学できるようになっているので、今はここが道って言っていいと思うんですよね。でここまでですね。残念ながらこれ以上先は行くことができません。完全に上までもう閉塞しちゃってますね。昭和6年に地滑りが起こってですね、トンネルが崩れてしまったんですね。崩れたままの状態を見てもらおうということで、整備されていると
幸いですね、列車が埋まったとかそういう被害は全くなくて、営業運転している時にどんどん崩れてきて危ないっていうことで止めたらどんどんその後も崩れてきてですね、完全にもう原型をとどめないぐらい崩れてしまったので放棄されたと。平成20年に水を抜くためのトンネルを掘る工事をしている時にたまたまここにぶつかったんですよ。でこの亀の瀬隧道が発見されて、存在しないと思ってた亀の瀬隧道が実はまだ残ってたということで幻のトンネルと。今でも明治時代から現存するトンネルってあるかもしれないんですけど、その後時を経て人の手が入って補修されたりしてるので、ここはそういう人の手が入ることなくずっと地中に眠ってましたから、綺麗に残ってますね。いわゆるイギリス積みという長いのと短いのとが段ごとに異なってるので、この積み方の方が強度は出ますので、ところどころこう穴開いてるところがあるんですよ。本当にレンガの向こうがこれ見える感じになってますね。鉄道を示すものっていうのが残ってると本当はいいんですけど、あれこれ石か。あれなんかネジの頭っぽいですよ。これが平成20年以降には見えないのででもこれはどう見てもボルトのナット、ボルトのナットかボルトの頭ですかね。ですね。実はですね、平成20年にこのトンネル発見された時にはレールはもうなかったんです。戦前ということもあって、もうレールだけはもう取ってしまって、貴重な鉄ですので取ってしまってっていう残りがこれなのかもしれないですね。そうですね。ちょっと断定はできないので憶測ではありますけれども。レールだったらこの居抜くかもしれないので、あるいは当時のそういういろんな機器を止めるためのボルト、その通信線とかそういう何らかのでも当時の鉄道の部品だった可能性は高いかなと。ありますよ、まだ部品っぽいものが。これ古いんじゃないですかこれ。古そうですね。これと同じ感じですね。それと同じ感じですね。これも何らかの金属部品ですね。これがですか、枕木の居抜く木の変形したやつかもしれないですね。もうだいぶ腐食してるので。そうですね。これちょっとボロボロっとすぐ崩れてきちゃうので。はい。まさかこんなにあるとは思ってもみませんでした。はい。当時やはり地滑りってなかなか身近なものじゃなかったということで、珍しいものを見たさに皆さん集まったと。これが昭和44年に作られたんですけれども、
1号排水トンネル、一番初めに作られたトンネルです。はい。平成17年にですね、今の形にちょっと作り変えてます。これでほぼ水平なんですか、この。そうですね。まあ若干ちょっと勾配ついてますけど、これぐらいのなだらかな。ちょうどここにですね、地滑りの滑り面が見れる窓がついて、ちょうどこことですね、このラインよりも上と下は強固な岩盤なんですけども、その間にですね、粘土混じりの脆弱層がありまして、ここの脆弱層と岩盤のこの境目、ここが地滑りの滑り面というふうに、その線が入っているところが、そうですね、地滑り面で、ここら辺ちょっと座ってもらうと、粘土っぽい地層になってるんですけれども、やっぱり柔らかいところと硬いところの境目が滑っちゃうと。水の音が大きくなってきたと思います。はい、これが水を抜く縦坑なんですけど、集水井という名前の施設になります。すごい。名前のごとくですね、水を集めるための井戸っていうことで、だいたいね、地上まで25メートルぐらいで、この横にですね、こう丸いパイプがいっぱい刺さってると思うんですけども、これが水を抜くためのパイプになります。そうか、これパイプなんですね。はい、パイプが刺さってるんです、垂直に。で、その土の中の水がですね、このパイプの口からこう出てきて、この下に流れ出していると。こういった集水井がですね、54基この亀の手の中にはあります。さっき集水井に刺さってた水抜きのパイプがですね、直接この排水トンネルにも刺さってまして、こちらがね、よくわかると思います。こっちがいっぱい出てますね、これ。で、この先がもともとの昭和44年に掘られた時のトンネルのままの形ですね。奥の方でもだいぶ水が出てると思いますね。出てますね。杭を打ってですね、地滑りの動き自体を物理的に抑えるっていう対策もしてます。で、鉄筋コンクリートの杭、大きいもので直径 6.5 メートル、長さが100メートル。だいたい大阪の通天閣と同じぐらいの高さの杭になるんですけども、で、もう一回りちっちゃい杭とか全部入れたら170本串刺しにしてですね、地滑りを抑えていると。はい、ちょうどこれですね。これは直径 4.5 メートルで、深さが50メートル。これはもう本当に受験生とかここに来てほしいですね。